さて、ここからは私、歌村がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメンです。今夜扱うのは11月3日から劇場公開されているこの作品、ゴジラ -1。今回ね、このおなじみの生部明さんメロディーは、佐藤直樹さんが、弾き直してはいるみたいだけど、でもかなりオリジナルに近い感じで、あと、やっぱオリジナルに近いシチュエーションでなるんで、グッとくるってところありますよね。日本が世界に誇る怪獣王、ゴジラ生誕70周年記念作品、オールウェイズ三丁目の夕日やアルキメデスの対戦など、様々なヒットメーカーですね、山崎隆さんが監督脚本、VFX を手掛けた国産実写ゴジラ映画30作目。主な舞台は1947年の日本。戦後の復興が進む中、巨大怪獣ゴジラが上陸、街を破壊。かつてゴジラと遭遇した四季島をはじめ、戦争を生き延びた人々がゴジラに立ち向かう。出演は神木隆之介、花部みなみさん、そして佐々木蔵之介さん、山田裕貴さん、吉岡秀隆さん、青木宗隆さん、安藤サクラさんなどでございます。というところで、ゴジラを見たよというですね、リスナーの皆様、ウォッチメンからメールをいただいております。感想メールね。皆さんありがとうございます。メールの量は、案の定と言いましょうか。今年最多。やっぱね、ゴジラは多いんですね。やっぱね、皆さんお好きな方多いというかね、それは結構なことでございます。賛否の比率は、褒める意見がおよそ3割。そんなもん。とはいえ、最も多かった意見は、ゴジラ描写はいい。ただ他の部分がちょっとというもの。だから全面的にダメだって言ってるような人が多いわけじゃないんですよね。主な思い出意見は、ゴジラ周りのシーンはどれも素晴らしい、世界レベル、ドラマパートも良かった、説明的であるが大衆娯楽作としてはこれでよし、山崎監督見直したなどございました。一方否定的な意見はいくら何でも説明的すぎる、俳優たちがみんな下手に見えたとか、ドラマパートが稚拙、セリフが多い割に肝心なところが説明不足とか、戦争や特攻を否定しているように見えて自己犠牲を美化しており受け入れられなかったなどございました。代表的なところをご紹介しましょう。ラジオネームカシミヤさんです。初投稿です。ゴジラ -1 もといゴジラ VS 神木隆之介見てまいりました。コングドクロ島のあれだとね、コング VS サミュエル・ L ジャクソンって言われましたけども、すいません、余計なこと言ってると時間がなくなる。山崎隆監督作品ということで過度な期待はせず、すいませんね、この番組のすいません、私の悪い影響もあるかもしれません。ちょっとね、先入観が、過度な期待はせず、むしろ覚悟を決めて臨んだんですが、結論から言うと普通に面白くてびっくりしました。途中でもラストでもしっかり泣いてしまいました。興味深いのは秀明監督のシン・ゴジラとまるっきり対になっている点。シン・ゴジではやけに優秀な官僚とこの国はまだやれるという力強いメッセージを発する政治家が群れとしてゴジラに立ち向かった。ゴジラ対日本、現実対虚構という構造に対し、ゴジはマイナスゴジラってこと、誰も責任を取りたがらない、隠蔽だけが得意な政府は当てにならずというか出てこないね、民間でやるしかないという諦めにもいたセリフが現代社会を風しているようで笑いました。またゴジラは主人公四季島の特攻から逃げた後悔、戦争のトラウマそのものであり、彼がそれに向き合い乗り越えることでゴジラを倒す構図は世界系を放出させるストーリー展開である。まさしく世界系っぽいところもあるかもね。今作がゴジラ対神木隆之介であるというのは決して冗談ではないのです。点数では80点、不満もないわけじゃない。セリフで説明しすぎる点、露骨な伏線、回想で明かすそうだと思ったような伏線回収、微妙に思います。ただせっかくゴジラ映画が再び日本で作られるようになる話題になるこの状況、より多くの人にアプローチするという点ではこの作りが正解なのかなと自分は思いました。山崎隆監督を少し見直しました。今まで悪く言っててごめんなさい、悪く言ってたのかってね、控えてくださいこれね。あとですね、ラジオネームフカレモンさんは、私元 CG デザイナーで今はアニメーションのプロデューサーをしているのですが、今回は本当に驚かされました。とにかく CG すごすぎだと、ゴジラや爆破エフェクトに目が行きがちですが、主要な戦闘シーンが海というのに度肝を抜かれました。ここ本当今回ポイントだよね。 CG のエフェクトの中でも水はかなり難しく、シミュレーションにも時間がかかるのでデザイナーの技術も PC のマシンパワーも求められるんですが、昼間の明るいシーンで全く違和感のない水しぶき、水の動きに脱帽です。しかもクレジットを見たらほぼ白組さんとスクエニさんぐらいで、デザイナー数が少なく少数精鋭で作っているのが伺えます。これは一重に山崎監督がデザイナー上がりで白組社内でチェックしてもらえるのが大きいと思います。迅速で的確なフィードバックがあっての功績だと。ストーリーなど演技指導がくどかったり少し思うことはありましたが、日本の CG 映画ではダントツだと思います。これいいですね。本当ね、水の場面本当にすごい海上戦映画であることは非常に今回重要なので、はい、こういう方面もよろしいんじゃないでしょうか。一方ダメだったという方ご紹介しましょう。緑色好きのノズさん、ゴジラが出てる場面は結構楽しめました。ポカポカと音を立てて浮かぶ、からの水面に浮く、深海魚の不気味さなども良かったですね。今作は音の使い方が良い映画だと思います。ただこれらの美点を書き消すほどにさすがに説明口調が過ぎます。そして今作の最も良くない点は、今作のゴジラが非常にご都合主義的な存在である点です。今回のゴジラは戦争を終われずにいる主人公のネガであり、特攻兵であった主人公がそれを克服するという構成は非常に筋が通っています。ですがその筋を通すための存在としてゴジラが物語を推進させるための都合の良い装置になってはいないでしょうか。物語としての必要性だけで動くあまり、
存在としての説得力がないのです。とにかくやたらに東京破壊に執着する危険な何かになっていやしないでしょうか。であるにもかかわらず、シン・ゴジラのゴジラほど非生物的に割り切ってもいないので生態が見えなくなってしまっています。噛みついた日本兵を食うでもなく捨てる冒頭5分で危惧した直感は誠に残念ながら最後まで外れることはありませんでした。もうラストの諸々については、呆れ返って特に何か言おうという気持ちも湧きません。身も蓋もないことを言えば山崎隆監督の色や主張が出ている部分はかなり強引で難があると思いました。それをしてもなおアクションシーンは邦画では目を見張るほどのスケール感とケレミが効いていますので、大きなスクリーンで見てよかったなと思えるくらいには楽しめた作品でありました。まあ良かったって言ってるわけですよね。あとね、ちょっとね、抜粋というかね、ちょっと要約させていただきますが、愛しのバラゴンさん、初めてメールさせていただきますと、自他ともに認めるゴジラファンですと。で、この方は、音楽の使い方、伊福部アキラの音楽の使い方がゴジラが出てくるシーンでゴジラのテーマが使われるのは問題ないのですが、今回の曲はキングコング対ゴジラとモスラ対ゴジラで使われていると。なぜモスラが出てくるシーンではないのにモスラの要素を入れるのか。なぜキングコングが出てこないのにファロ島の原住民がキングコングを祀る曲の要素を入れるのか。僕分かります。こういうライトモチーフ的なあれがスター・ウォーズで特にそれを感じるんですけど、ライトモチーフ的な使い方がずれてると気になるっていうのはすごく分かりますね。ということで、褒めの方もけなしの方もすごく皆さんのご意見をですねきっちりがっつり、書いていただいて皆さんありがとうございます。ということで、私の表に行く前に熊崎ウォッチメンいかがだったでしょうか。いろいろこの意見でもあるように言いたいことがたくさんあるっていうのはもちろんわかるんですけども、結構私個人的には感動したなっていうところもありましたし、ゴジラの CG の感じとかも非常に良かったなっていうのと、あと役者神木さんも素晴らしかったですし、もう浜辺美波さん私も改めて大ファン、それな浜辺美波さんな、浜辺美波さんを見に行きたい。浜辺美波さんはすごいよね。あの役できる年頃の今、俳優さんいないよね。だって華やかな方ではあることは間違いないじゃないですか。ただその戦後の感じで苦労してる女性の感じがすごく似合うって、昭和感とね、あと東宝の女優さん感っていうのかな。わかりますね。昭和東宝映画、あとさ、俺サザエさんの髪型のリアル版ってこういうこと、サザエさんの髪型ってこれなんだみたいな思ったんですよね。朝ドラの感じの浜辺さんもやっぱすごくやっぱ昔が合う方だなと思ったんですけど、それに輪をかけて、舞台がね完全にあれだけ作られてますからね。浜辺さん最高。確かにもうごめんなさい、ゴジラも良かったんですけど浜辺さん最高ありがとうございます。これだけは言っておきたい。熊崎ウォッチメンでございましたということで私もゴジラ-1東宝シネマズ六本木、そして東宝シネマズ日比谷 IMAX で2回見てまいりました。あと、山崎隆さんご自身によるノベライズなんかも読んでまいりました。IMAX っつってもね IMAX フィルムで撮ってるわけじゃなくてなのでいわゆる額縁上映です。横方縦じゃなくて横にも黒みが残ってるというねあれなんで、それはご了承しながら見ていただきたいという感じでございます。まずちょっと先に僕なりの大きな結論から先に言っておきます。大体どういう塩梅の評価というかね感想かという、まず一つはこういう狙いのゴジラ映画があってもいいと思うし、そしてその狙いはおおむね大部分でうまくいってるとも思うという感じ。少なくとも、山崎隆さんが次の実写ゴジラ手掛けるっていうアナウンスがあった時点でですね、この番組でネタ的にね、お話ししましたよね。そのなんかソフトなムードの横文字タイトルがついてといういわゆる山崎メソッドって僕らが勝手に言ってるあれにゴジラもなんじゃねえのみたいなね、なんだっけ、ウィンドオブラブゴジラとかさ、なんとかオブアースゴジラとかじゃねえのゲラゲラってね、失礼にもキャッキャキャッキャやってたわけですけども、そこで想定されてたようなレベルと比べればもうはるかで余裕でもう何倍も超えてきてるっていうのは間違いない。すいません、それは本当に失礼しました。キャッキャ夫婦は本当に失礼ですよ。もうね、お前失礼ぞ本当にね、そういうとこだぞねで、あと予告映像が出た時点でこっちの方向性で行くならいいかもというのも私思った次第でございます。山崎隆さんの過去作で言えばどちらかといえば僕は比較的高く評価させていただいたアルキメデスの対戦の延長線上にある作品と言っていろんな意味で後ほど言いますけど、ということで狙いどころなるほどっていう感じだし、おおむねそれもうまくいっている。ただし気になるところもやるところ、少なくとも僕的には小さくないレベルであるにはあってと、いうことですね。それらの点今回は最後にですね、僕なりにでもここをチューニングすればできることじゃんみたいなことも含めてですね、お話ししようかと思っておりますね。余裕こいてると15ページやったことが判明したんでね、バンバンいかないといけない。とにかくゴジラとは何かとか省きます。ゴジラシリーズ何か省きます。あとハリウッドのモンスターユニバースの方も省きますね。全部省きます。近年やはり大きかったのですね、当コーナーでは2016年8月13日に辞表で、しております、シン・ゴジラ、
やっぱこのシン・ゴジラの達成がすごく大きかった分ですね、その後この日本本国で実写版ゴジラを作るハードルが、それまでの比でなくぐっと上がっちゃったという感はあるということだと思いますね。前はもうちょっとねジャンル的に作ればいいって感じだったのが、結構ドスンとしたもんじゃないとみんな納得しないぐらいになっちゃった。どういうことかと言いますと、要はシン・ゴジラ、それまでの、シリーズを完全にリセットして、ゴジラは出たことがない世界、改めて1954年オリジナル版におけるゴジラというのが、その当時の日本の作り手であったり観客にとってどういう存在だったのか、その構造ごと2016年現代の日本に置き換えてみせたという、僕なりの表現で言えば、その時点で日本人が内心薄々最も恐れていること自体というのを怪獣というフィクションを通して具現化するという、日本人がこういうことだけは二度と起こってほしくないな、あるいはいずれ起こったら嫌だなと内心ずっと思っていることのメタファーとしてのゴジラってことですね。で1954年ゴジラはオリジナルのゴジラはもちろん、まだまだ生々しいその戦争敗戦の記憶、特に空襲、そして原爆ですね、日本人にとっての巨大なトラウマっていうのを描いているわけですけども、それを2016年公開のシン・ゴジラでは、こう置き換えた。まずはその言うまでもなく2011年の東日本大震災と、それに伴う東京電力福島第一原子力発電所事故と、その後のごたごたみたいなことですよね。そういう想定外だという事態に対して、実は無力であった日本という国、システムとしての国家に対する、不平、不満、不安、不信、不満みたいなことですかね。さらにはいざという時、日本は、これはだからいわゆる戦争的な有事でもいいんですけど、有事に日本は世界から分けてもアメリカから結局は見捨てられてしまうんじゃないかという、我々の中に実は染みついている無意識の恐怖、シン・ゴジラはそのメタファーにゴジラを置き換えてみせたわけです。それを発動させる装置としてゴジラを使ってみせたわけですよね。で、散々日本人の嫌がることっていうのを見せといてから、3幕目からそれが一気に反転して、日本的チームワークとか日本的インフラで、逆襲するというね、それがカタルシスをもたらすという、そういう構造だったわけです。その構造だけをソリッドに強化っていうのがシン・ゴジラで、なのでそれ以外のその構造以外の部分、人間ドラマ的なものは思い切ってもうほとんど捨ててるっていうね、というやっぱりちょっと変わったバランスの映画ではあったわけですね、シン・ゴジラはね。あとはその国際感覚とか政治観みたいなものに言葉を選んで言うならば、強い癖もあったりはするというような作品でございます。ただとにかくそうした狙いが少なくとも国内的には大成功を収め、あとCG で作ってるけど日本型特撮感もしっかり感じさせるルックのバランスであるとかも含めてですね、やっぱエポックメイキングの一作ではあったのは間違いないと思います。シン・ゴジラ、私は非常に高く評価している、いろいろ言ったこともあるけど高く評価している、よかったと思いますけど。でそのシン・ゴジラのですね、なんと公開時のコメントで、次をやる人のハードルはとんでもなく上がってしまいましたねなんて一言なことを言っていたのが山崎隆さんでございます。僕は基本的にもちろんキャリアについて説明する時間ないので全部省きますけど、僕は基本的になんか批判的な表をすることが多かった山崎さんなんですが、例外はあるにせよ、例えば、Always 続三丁目の夕日の2007年ね、これのオープニングでちょっとだけゴジラが登場するみたいなのやってたりとか、あと2021年から西武遊園地で始まったゴジラ・ザ・ライドっていうアトラクション、これね僕行けてないの痛い。ここでのゴジラの造形がかなり今回の元になってるみたいなんで、これちょっと言ってないのすみません、私の不勉強でございます。やってたりとか、当然ゴジラへの思い入れも人一倍強いし、東宝でしかも VFX 多用の超大作でヒットの実績とネームバリューもあってとなると、なるほどシン・ゴジラの次を担えるのは山崎隆さんぐらいしかいねえなってのはこれは納得なわけですね。で何より先ほども言ったアルキメデスの対戦というね作品ですね、漫画の映画化ですけども、2019年8月9日にこのコーナーで辞表いたしましたと。これ明らかに山崎さんのフィログラフィー内で僕が見る限りです、僕が考える山崎さんの大きなターニングポイントになった一作だと思っておりまして、その表の中でも特に大絶賛させていただいた冒頭5分間の戦艦大和沈没シーン、本当に素晴らしかったです。で今回のゴジラマイナス1はですね、そのマルキメデスの対戦の延長線上、特にその冒頭の大和沈没シーンの延長線上に作られているという言い方もできるのではないかと私は思っています。まず、先ほどのメールにあった通り重要な海上戦ってことですね。海の上の戦いというところ、海の戦いはシン・ゴジラがやってない領域でもあります。で時代感を含めて要するに大きく言って太平洋戦争的な兵器が出てきたりするっていうのは山崎さんノウハウもありますし、あとテーマ的にもですね、
要は旧日本軍に象徴される日本的システムの不合理性、特に人命軽視の傾向に対する批判という今回のまさにゴジラ -1 に完全につながる視点というのが、例えばこのアルキメデスのね、対戦だと山崎さんがそのスタッフのおじいさんの話を聞いて後からどうしてもと入れ込んだ、アメリカ軍は人的資源を無駄にしないから強いんだってことを呆然と日本兵が見て、セリフでなく気づくというか、ここ見事、この描写、こういうのも入ってたアルキメデスの対戦だから、メッセージテーマ的にも非常にこうつながっているところがあるということですよね。で加えてですね、山崎さんこの間東京オリンピックの開会式チームに当初は入ってて、なんか風の噂で聞くと、なんか独立競技場の会場のあそこの空いたところからぬっとゴジラが顔を出すっていう案を出してたらしいぐらいですけどね。でもそれを降板して、でその後もう皆さんご存知の通りね、もともとそのアルキメデスの対戦という漫画自体が東京オリンピックの競技場を作る時の吸ったもんだ見てて書かれた原作なわけですけど、その後もうさらにあのざまと言わせていただきますが、あのざまだったわけで、山崎さん的にはさらにその自分も当事者として関わってやっぱダメじゃんみたいな強めてるかもしれないですよね、さらにね、そこのね確信はね。アルキメデスの対戦、とつながる部分で言いますとですね、立ち上るキノコ雲に日本の絶望をこう込めたというような絵面というのもね、アルキメデスの対戦でやってたのをさらにまた、繰り返しというかまた今回もやってるし、加えてそのアルキメデス表の中でも言及しましたけど、佐藤直樹さんの音楽ずっと山崎さんと組んできた人なんだけども、アルキメデスそして今回のゴジラに関して言えば、いたずらに感情をドラマ的に盛り上げるような説明的な劇版ではなく、ミニマルでドライで硬質なサウンドにあえて、要するにちょっとあんまり感情的じゃない感じに抑えてる。でこれによって以前の山崎隆作品に非常に顕著だった過剰にウェットで説明方なところっていうのが、いろんな他のバランスとも相まっても大きくそこが改善されているというのがあってですね、なので、アルキメデスとこのゴジラ -1 は少なくとも同じモードで作られているなという感じがするわけです。ということで、アルキメデスがやっぱ手応えあったんだろうなと。でその先にやっぱ今回のそのゴジラいけるって感じがあったんじゃないかなというふうに私はちょっと線を引けるなと思ってるわけですけども、で先ほどその海上戦はシン・ゴジラではやってないなんてことを言いましたけども、もう一つシン・ゴジラがあえて捨ててたのがさっきも言いましたように人間的なドラマってことですね。もうドラマもスパッと捨ててる。そもそも怪獣映画というのはですね、事態が大きくなればなるほど人間の出番がなくなってくる、出る幕じゃなくなってくる、関係なくなってくる、そこをどうするのかというのをどの作品もいろいろと工夫したりしていなかったりするわけですけども、山崎さんはそこをあえて完全に捨てたシン・ゴジラに対して、じゃあ今度はあえて完全に人間というか個人ですね、個人サイドから見たゴジラ映画という風なところをまず狙いどころとして設定されたと思うんですね。プラスさっき言った1954年オリジナルゴジラ、そしてシン・ゴジラが象徴していたもの、つまりその日本人の無意識の恐怖の具現化、それに日本的なるものが逆襲する、この構造をさあどう置き換えようか、山崎さんおそらくもちろんここを考え抜かれてですね、で出てきたのが今回-1最大の発明というか特徴、1954年の初代より前、本当に戦後すぐという設定にすると、まさに泣きっ面に蜂と言いましょうかね。国力としてはもうゼロっていうか国がゼロからのさらにマイナス、当然要するにもう容赦なく襲ってくるゴジラ、怖い方のゴジラというねことになるわけですよね。でこれね、福音兵が、その挫折感無力感を今度こそとばかりにこう克服していくという人間ドラマ、それをだからこの時代設定に置いてるわけ。ゴジラを一種敗戦ダメージトラウマそのものの象徴として置きつつ、福音兵たちだから日本の主に男たちの挫折感無力感不能感を克服するドラマっていうところに狙いを、ざっくり言えばそこに狙いを置いたわけですよね。ちなみにこの福音兵たちのリベンジマッチっていう構図はゴジラと同じ1954年公開ご存知7人の侍のうっすら背景でもあるわけですね。7人の侍、あれは福音兵の話だっていうことなんですよね、当時の感覚で言うと。なのでひょっとしたら山崎さんそこも7人の侍も多少意識されてのその物語の置き方かもしれません、感じですかね。あとはねパンフのインタビューによれば藤沢周平の長屋物が発想の原点だなんてこともおっしゃってるみたいですけどね。でそれとですね、これも重要かもしれない、さっき言ったオリンピック、のごたごたに加えてですね、本作の準備期間中、コロナパンデミックを挟んでるわけですね、脚本準備してる時に。でつまり政府がうまく機能していない、あとその隠蔽がどうこうみたいなそういうのもあるかもしれない、で故に民間人が自分たちでなんか今んとこはなんとかするしかない感じみたいなのが確かに本作の気分として入ってる。だから一作目ゴジラがその当時の時の前の先の戦争で、シン・ゴジラが東日本大震災だとするなら、今回はあえて言うならコロナっていう時時間がちょっと入ってるかもしれないってことですね。
で、といったあたりが本作ゴジラマイナスワンの大まかな狙いなわけです。で、それがどう作品に結実していったのかというあたりを、ここから順を追ってお話していきたいんですけども、オープニング、大戸島というね、1954年オリジナルにも登場した、ゴジラゆかりのというか島、こう登場するわけですけども、ここですね、僕まずね、いいな、ちょっと役者さんの話で申し訳ない。神木隆之介さん演じる、特攻隊員、特攻を、やんわり逃げてきてる特攻隊員敷島に、でもそれでもあえて好意的に話しかける、整備兵がいますね。あんたみたいなのがいてもいいんじゃないですか。あれね、よかった。あの方遠藤裕也さんはあれはね、千曲康友監督のの方へ流れるというね、はい、最新作の主演の方で、短い役なんですけど、すごくね、彼が親切にしてくれたのに、しかも彼が撃てって言ってるのに撃たなかったっていうのは結構大きなあれなんで、彼の存在感って非常に大きいし、非常に遠藤さんここ良かったですね。で、中盤はね、それこそ藤沢周平長屋物張りの下りが続くんで、割とこう頭の方とか、あと悪夢の場面とかで要所要所こうゴジラ登場つかみを入れなきゃいけない。割と早速こう登場する、わけです。特殊変化する前の原型のゴジラが登場する。ここはですね、暗がりの中焚き火に照らされてっていうね姿ですけども、誰がどう見てもジュラシック・パークの T-Rex 風なんですけども、頭からこうね、ゴジラシリーズとしては結構異例だと思いますけど、人間頭からガブー、ただ食うわけじゃないっていうね、で血こそ見せないってとこもある。ぬるいっちゃぬるいんだけど、でもガブーって、でその暴れっぷりをこう、例えばこっちでガブーって食ったのをこっちにボーンって投げて、こっちで撃った人がゴーンってなってっていう一つながりのワンショット風の流れで見せたりとか、あとはやっぱり撃つの撃たないのっていう緊迫からの主人公の強い動機づけっていうあたりも、なるほどなっていう感じで、非常に手際よく序盤セッティングするなというふうに思いました。でそこからしばらくさっき言ったように長屋物が始まると、細かいここのね、長屋物のところね、細かい上げ足取りで申し訳ないけど、偽善者ぶってっていうセリフがあるんですけど、もうこういうの引っかかんでピーンっつって、中小概念警察ピーン、偽善者ぶって、偽善者ぶっては馬から落馬です。善人ぶってとかじゃないとおかしいから、はい、これノベライズも偽善者ぶってになってる。誰か直してあげてこれね、という、こういう言い回しが正しいってあんのか分かんないけどね。で先ほど熊崎君も言ってたけど、浜辺美波さんね、アルキメデスでも新仮面ライダーでもそうでしたけど、自然に昭和っぽい、もっと言えば東宝っぽい、今時本当に稀有な存在感、素晴らしいと思います。ランマンコンビですね、神木隆之介さんとはね。あと後の方でですね、ゴジラをその電車の窓越しにこう目撃するという場面があります。ジュラシックパークでも何でもいいですけど、怪獣を最初に目撃する人の表情ってのはめちゃくちゃ大事なんですよね。でつまりこれは本作の重心に当たるところなんですけど、これを見事にやってました。あそこはもう構図といい、もう浜辺さんの演技といい、完璧なところでしたね。で主人公敷島見つけた仕事が、嫌いの除去というね、いわゆるこう経緯掃海というね、やつですね。ワイヤーをこう切って浮かべて、でそれをいろんな方法で爆発させる作業っていうのをその仕事として見つけてっていうの、なるほど、戦後実際ああいうことやって作業をやってたし、非常に危険で死者なんかも出てたという作業だった。なるほど、これを置いて、それでゴジラと出会わせる、なるほどって感じでうまーって思いました。ゴジラとの遭遇、そしてチェイスに向かう、非常にうまい設定。やっぱ山崎さん、やっぱこういうの調べて組み込むのうまいんですよね、なんかね。でここのくだりはぶっちゃけ上手ですね。もう誰がどう見ても上手なんだけど、本作でいうと主人公たちが乗った小さい木造船のすぐ後ろまで、海中から半分顔を出しているゴジラがこう迫ってきてこの海上性質に、先ほどメールにもあった通り、水しぶきの表現含め VFX と実写の融合、もうバッチリ何の見劣りもしないレベルになってて素晴らしいですし、爆弾を加えさせて、撃つというベタといえばベタな展開にもちゃんとこのなんていうかな、しっかり説得力とリアルなその緊迫感みたいなものを持たせて、その前のやっぱり嫌いの爽快の下りをちゃんとこう見せてるからっていうのもあるのかな。すごい説得力と迫力があってですね、めちゃくちゃこのシーンいいと思います。めちゃくちゃワクワクしました。僕はこの映画の中でもうベストシーンここだってもう最高っていう感じになりましたね。はい。でここまで小出しに姿を見せてきたゴジラがついに白昼堂々、戦後間もない銀座のど真ん中に姿を現すという中盤の大見せ場があるわけで、本作最大のディザスターシーンですよね。まず
姿を直接見せる前に、これもうまいなと思うところですけど、視覚から角のところとかから都電の車両とかとにかくありえない大きさのものがボーンって飛んできてとか、本作ではですね、ゴジラの異常なでかさ強さっていうのを直接見せる前に、まずはそういう電車とか船とか無機物の扱いによって見せてっていうことをやってて、これ多分おそらくだけどコストカットにもなるんですよね、多分ね。でなのに強さでかさも表現されてて、あ、これやっぱうまいなみたいな感じがします。後半でも船がボーンってこうね飛ばされるのが出てきたりとか、あとはですね、さっき言った通り浜辺美波さん、本当にね、電車の窓越しにガラスにゴジラがちょっとうっすら反射してて、それを見ながら目撃、あれがゴジラ、見事な目撃演技なども含めてですね、まあ超えてからそのついに直接的にその姿がはっきりとくると。でしかも1954年のオリジナル同様銀座に来るっていうところで、まあ本当に歌舞伎でいう「いや待ってました!」っていうね、ここぞとばかりにその伊福部昭のテーマ曲がで流れるっていう、まあそれはやっぱ鳥肌立っちゃいますよね。いいよーって感じですよね。はい、見事なことでございました。で、ここはさらにですね、これ山崎さん本当に多分やりたかったことなんだろうけど、初代ゴジラが電車の車両を加えてってポスターとかにもなってる有名な絵があります、アクションがありますけども、あれを中の人側から見せるっていうね、その浜辺美波さん演じるその典子の視点から描くという、これ山崎さん多分だけど電車の中に乗ってる人のやつをやりたいみたいなあったと思うんですよね。まさに、完全に個人人間サイドから見たゴジラ映画の真骨頂たるところじゃないでしょうかね。はい、まあ命あんのかなって感じするんですけども、今の感覚で言うとあれどこに落ちたのって感じするんですけども、当時もちろんあそこはまだ川だったんで、ノベライズによれば外堀川にボーンと落ちるってことなんですね。はい、でさらにノベライズによればですね、本土決戦に、のためにと、一区温存された新型の4号戦車による砲撃というのを受けて、ゴジラが怒り、背びれがガキン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 とこうメカニックにこう動いて青い光を放ちつつ熱線を発射。正直ですね、さすがにこの背びれがガキンガキンは生物には見えないですけど、正直そういう仕掛けね、平成カメラみたいな生物兵器みたいなことはいいですけど、どうかなと思うんだけど、ノベライズによればインプロージョン方式の原子爆弾を思わせる機構としてということで、つまり山崎さん的にはやっぱり原爆メタファー、ゴジラは原爆メタファーだからオリジナルからより直接的に引き継いで、デザイン的にやった結果ということなのかもしれない。ただ生き物ではないような、今回のゴジラはやっぱりね、さっきのメールにあった通り、ちょっと後ほど言いますけど、ちょっとね存在の定義が曖昧なんで、なんっていう感じがする。あとこの場面もう一つなんは、群衆の中にカメオ的に橋爪功さんが映るじゃない。なんでっつってさ、それがなんでかを考えるノイズが1個入るっていらないでしょ、そういうのはね。でもまさに日本人にとっての絶望というか、もうダメだという皆さんの表情、素晴らしかったですし、そしてもちろんですね、さっき言ったそのアルキメデス同様のキノコもこうやって上がってから黒い雨が降ってくるんですね。その中で敷島が絶叫、怒りと無力感と何かとが入り混じったような、神木さん、こっから先の神木さんの、ちょっとこうなんかこう思い詰めたようなその演技っていうのは素晴らしかったものがあると思います。ただ黒い雨あんな風に浴びちゃって被爆大変だろうっていう風に思わざるを得ないけど、本作は意外とその放射能の影響みたいなものはなんとなくっていう感じでございます。いいや。でそんな感じでですね、例によってこんなやつ倒せるのかというふうになるわけですけども、本作の日本、軍隊ないわけですよ。なんならちゃんとした政府もなんかちゃんとない、あるのは GHQ ですけど、ここがちょっとね、本作ね、街並みの中にも GHQ 全くいない。劇中では一応冷戦下の緊張が始まってて動けないみたいな理屈を言うんだけど、いや銀座のあそこでダーンっつって状況、 GHQ 本部もどう考えても被害めちゃくちゃ受けてて、人事であるわけがない、アメリカが。でもそこでアメリカが出てくると結局原爆また落とす落とさないの話になっちゃって、シン・ゴジラと同じ話になっちゃうから、ダメでしょうなっていう感じではありますけどね。でそこで出てくる作品が和田摘作戦ということで、これなるほどって感じでしたね。ずっと湊君とまたオキシジェンデストロイヤーみたいなこと言ったら違ったね、うまくね。特に劇中序盤からずっと出てくる深海魚の死骸というのをしっかりここでも伏線としてもう一回生かしてくるのはうまいなと思いましたし、あと実戦ではね使われなかった神殿という幻のね局地戦闘機というのをここぞとで、これ今回高尾を出してきたりとか、やっぱ山崎隆さん本当にあれですね、旧日本軍軍事系お好きなんです
ですなきっとな。でそのねとにかく神殿、形も面白いしさ、ちょっと見たことないタイプの後ろにプロペラついて、で後で対ゴジラドッグファイトがあるわけですけども、軽くこれちょっとここの絵がどこか往年の円谷特撮の匂いを強く残してたルックで、日本で作るならやっぱこうだよなっていう、でもしょぼくはないっていう感じで、すごくここも良かったバランスだと思いますね。でですね、和田摘み作戦ね、もともと民間による作戦なんだけど、さらに途中助けの船たちが、面白い助け船ですね、助け船が次々とやってくる。あれはすいません、ぶっちゃけダンケルクですね。はい、さっきから、ぶっちゃけジュラシックパークとか、ぶっちゃけジオーズとか、ぶっちゃけダンケルクとかいろんなこと言ってますけども、はっきりダンケルクです、これはね。でここでガーッと引き上げられた満身創痍の、ゴジラ。ここでゴジラがついに目がですね、目が結構ね獣っぽい目してたが、ついに白目になっていた。これ山崎さんがですね、本作マイナスワンで一番大きな影響を受けたと公言している、僕ももちろん大好きな金子修介監督のゴスラモジラキングギドラ大怪獣総攻撃、通称 GMK の、アジア太平洋戦争の残留思念の、犠牲者たちの残留思念の塊であるというゴジラ語のごとく白目ということだし、だからどんどん GMK に近づいていくんですよね。言っちゃえばその後のねやっつけ方もGMK 風だし、あと、最後に海に沈みながら一個だけずーって体の中から青い光を発しながらこうやって沈みながらふわって真上に縦に断末魔のレーザー、断末魔レーザーは同じく金子修介監督ガメラ大怪獣空中決戦のギャオスの断末魔レーザー、ちょっとね想像させるっていうか、彷彿とさせるってなと思いますね。でこんな風に話してきました。見せ場の話をしてきたけど、中心軸には敷島の戦友たちの死に対する責任罪悪感、それゆえ死に取りつかれた脅迫観念というのがあるわけです。だからクライマックスでそれがついに、しかもですね、さっきから言ってるかつての人命軽視的な不合理な日本型システムの乗り越えとしてそれが達成されるということで、その個人のドラマを前景化した、個人のドラマを前に置いた前景化したドラマとして、これは実に考え抜かれたものではあるなとは思うわけです。ただこれ最後、残りの時間を使ってですね、苦言というか、やっぱ僕はちょっとどうしてもだとしたらって気になるところがある。主に倫理的ブラッシュアップの必要性という部分でございますが、まず人間ドラマを前景化した分、当然ゴジラはちょっと後景化してるわけですね。ちょっと背景になってるわけです。で、特に本作終わってみるとです。やってる間はゴジラすごい強いし、結構ゴジラに印象的に圧倒的なんです。終わってみるとやっぱり主人公たちのドラマのために機能する背景とか道具だったよな、今回のゴジラはなって思うわけですね。やっぱ主人公はもちろんゴジラに強い主人公がゴジラに強い思い入れはもちろんありますよ。そこに動機づけってなんだけど、ゴジラ側とこっち側の関係って別にあんまないっていうか、ただの南の国にいた動物が、しかもあれですよね、ゴジラが水爆実験によって巨大化するっていうお約束っちゃお約束なんですけど、そこのそこを主人公たちが認識してんのかしてないのかなんか分かんないっていうか、すごくぼんやりしたまま何も言わないまますぐそこはみんなゴジラってそういうものでしょってお約束的に流してるからかもしれませんけど、つまりですね、このゴジラマイナス1終わってみると気づくのは、特にこの手の最初にゴジラが登場した話では結構必要だと思うんですけど、ゴジラとは何なのかの考察定義、あんまりそっちに思考が向かない作りになってるんですね。で、さっき言ったその GHQ アメリカ軍の非常に不自然な不可視化含めてですね、じゃあ何のために、例えばこの時代感とかも含めてですね、何のためにこの実はフィクショナルな設定立てをしているかといえば、それは、さっきから言ってるように福音兵に代表される日本の主に男たちの挫折感の乗り越えというドラマのためということですよね。でもうそこには旧態依然とした日本型システムの不合理非人間性の批判というのは確かに含まれてはいるんだけど、ただ言い方を変えればですね、要するに俺たちもっとちゃんとやってれば勝てたのになみたいな、戦争そのものへの後悔とか反省ではなく、組織がバカだったからとかいう話に聞こえちゃう。だから劇中の元海軍たちの福音兵たちのてらいのないことよみたいな、いい顔してやがるぜみたいな、戦争でいろいろあったんじゃないんですか。海軍だからね、またちょっと違うのかもしれないけど、でそもそもゴジラを含めて日本の、かつてのその昭和の戦争を描いた映画というのはですね、先の戦争を描いた映画というのは基本的には被害者意識が前に立つ、被害者意識を描く映画であって、加害者性っていうのは基本的にはあんまり意識されないというか見ないことになっているものだ。で唯一そこを逃れてるのが GMK ですよ。だから GMK はやっぱすごいです。
てかもうそこにもうど真ん中ド直球の球投げてきたのが GMK ですから、やっぱり恐るべきかなと思いますけども。でとにかくそういう感じで、その自分たちの犠牲者意識とか自分たちの敗北感の克服のためにゴジラという装置を使うということ自体が、まあちょっと前時代的というか昭和的な感性と言ってもいいんじゃないかなと。で僕はこれちょっとしたチューニングでだいぶ解消できた部分だと思うんですね。どういうことか。つまり、序盤のゴジラはですね、まあ結局たまたまあそこにいた動物がたまたま水爆事故になってたまたま東京に来たみたいになっちゃってますけど、そうじゃなくて、そもそもまあ大戸島なのか、もうなんなら外国の島でいいと思うんですけど、南方の島に日本軍が進出侵略開発をした結果、開けてしまったパンドラの箱としてゴジラを置けばいいじゃない。例えば、まあ、キングコング的なことですけどね、例えば聖なる森を切り開いて飛行場とかを開いちゃった、現地の人はやめろって言ったのにそれでみんな死んじゃったっていう、その設定をセリフでいいから示した上で、例えばアメリカの核責任、我々が起こしてしまった怪物をアメリカがよりでかくしたというようなことをセリフでいいから言及する。つまりはっきり戦争そのものの、さっきの戦争そのもののメタファーとして正面から定義することは現状の作品内でも作劇内でも全然できることじゃないですか。そうすればラストの、つまりこれ全体が戦争の、我々が起こしてしまった原因だから、ゴジラは我々が起こしてしまったんだから我々がやる責任がある、我々はやるんだっていう意味の紐付けもできるし、最後の戦場で敬礼、あれにより説得力が出るじゃないですかってことで。もっと言えばそういうふうに私が今言ったような、ちゃんとそこの先の戦争における日本軍というのの立ち位置のチューニングをちゃんとすることによって国際的な説得力も増すはずですということなんですよね。あとですね、敷島が生きる決断をするかどうかっていうのはですね、今作における実はそのドラマ的な、本当は核になるところですよね。彼はずっと死にたいと思っているけど、でも生きる決断をすると、ドラマ的焦点なわけです。ところが、現状なんかですね、いつの間にかっていう感じになっちゃってるわけです。まあそれは作劇上の仕掛け上しょうがないところもあるんだけど、例えばですけど、これはちょっとそれは良くないって人もいるかもしれないけど、例えばですけど、立花さんがですね、こういう装置をつけておいたよっていうのをクライマックス前に言うところを、回想で後から後出しじゃんけん的に言うのもあんまりスマートじゃないから、ちゃんとあそこでこれを安全装置を抜いて爆薬をこうやって爆発させる。そしてここを見ろ、こういう装置を俺はつけておく、俺はお前を許してない、一生許す気はない、だからこそ帰ってこい、だがそれはお前の決めることだっつって、でそのクライマックスで敷島がこうやって安全装置を抜く、そっち側の立花がつけてくれた装置を見る、どうするからのでどうですかねとかね。そもそもですね、何ですかね、写真をなんか戦友たちの写真を受け取ってますけど、あれずっと持ったまんまなの、俺すごい違和感あるんですけど、あれそのご家族たちに返すために渡したんじゃないのみたいな気もちょっとしなくはなかった。あと立花の周りで言いますとですね、敷島が立花を、見つけるために嘘つくじゃないですか。いくらなんでももう人としてないわないわお前マジでっていうまあですね、まあただ今まで言ってきたようなのは、まあいわば倫理的ブラッシュアップの部分でございますので、まあ作り手としては多分作り手の狙いとしては十二分に達成した上での何かという。ただ僕は今後国際的市場とかにおいてこういう倫理的ブラッシュアップみたいなものは意外と大きな意味を持ってくるはずはないですかねと思いますので、まあ私なりの苦言ということでね、言わせていただきましたということでございます。まあキャストの皆さん、例えば佐々木蔵之介さんのちょっと江戸っ子感みたいなのもね、僕はまあこの作品のトーンには合ってるかなっていう感じがしましたね。恐れ入りやのなんつってちょっとやりすぎかなって気もしなくもないが、ということで狙いどころ、要するにやっぱ山崎隆さんってドラゴンクエスト、マイ・ユア・ストーリーとかもそうですけど、ある作品に対してちゃんとこうご自分なりの戦略とか狙いどころを持って臨んでて、それがどう結実するかは結構毎回違うっちゃ違うんだけど、今回に関してはその狙いどころかなりうまくはまってるところが多いし、だからこそさっき言った苦言とかも際立つぐらいなもんで、いくつかのシーンは文句なしに素晴らしいというものでしたし、僕はやっぱ明らかにアキルキメデスの対戦以降、山崎隆さんは一皮むけたというふうに思っております。ぜひぜひ、まあ、こんなね巨大な迫力を味わってこその劇場でございまして、なんか山崎さんなんかインタビュー曰くですね、レーズ IMAX GT だと実物大になるっていうんですよちょっとだから額縁上映でちょっと小さくなるみたいだけど、それでもまあ迫力は当然でかい方がよろしいでしょうから、当然のことながら劇場でかかってるうちにウォッチしてください。
はい、ということで、ムービーウォッチメンでございました。ゴジラマイナスワン。まあ、私がね、ちょいちょい言う、こうすればよかったになんとかっていうのは、まあ、もちろん素人意見ではございますけども、今回のに関しては、要するになんていうんですかね、日本の戦争映画の主なその軸足っていうのは、やっぱり犠牲者主義というか、あと、まあ、なんていうかな、戦争とか、まあ、ゴジラがそもそもそうですけど、戦争とかそういうものを、なんかあたかも天才のように描いて、っていうのは、やっぱちょっと今後、それこそ国際市場みたいなのを意識するならば、それだけじゃそれがあってもいいけど、日本人的な感覚、それだけじゃ済まない時代、もう来てると思いますというのも含めてのご提案だったわけでございます。ということでですね、ムービーウォッチメンなんですけども、ガチャをいつもからこう回してるんですけども、私はね、回しません。2万円用意したんですけどね、全く無駄金になってしまいました。いや、無駄金ってこれ寄付すればいいんですけどね寄付しますけど、何かと言いますと、来週のアトロック2は特別放送を放送するためまるっとお休み。当然ムービーウォッチメンも1回休み。どけその映画の話してるおじさんどいてすいません、ガシャガシャってなってるわけですね。ということで、次回のムービーウォッチメンは11月30日木曜日やります。そこで評論される作品はやっぱりもうちょっと先の方でね、公開作品とか決めたいんで、来週水曜日の11月22日の番組の中、多分オープニングあたりで回す予定となっておりますので、ぜひ皆さんリクエストものも送ってください。私に評論してほしい映画は随時募集しておりますので、そしてリスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたしておりますので、歌丸@tbs.co.jp 歌丸@tbs.co.jp の方まで送っていただければ幸いでございます。さらにですね、まあ改めてじゃあちょっとちゃんと丁寧に言っておきますと、まず YouTube のアトロック公式チャンネルでは、映画表の動画、まあ、要するに生放送のあれが全部アーカイブされてるんで、その中にも入ってるんですけど、映画表だけ別個にアーカイブされてますよというのと、番組の公式ホームページの方には書き起こしがなっておりまして、こちらはやっぱりね、喋り言葉ベースになってますんで、どうしても手入法がおかしかったり、ちょっと情報おかしかったりするところ、すべてきちんと直して文章化してですね、まあ、なんというか、ちゃんとした評論として読めるものとしてですね、ブラッシュアップしておりますので、こちらもぜひご覧いただきたいと思っている次第でございます。あちらもね、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンももう大変なボリュームで上がっておりますので、ぜひ鑑賞のお供にしていただければと思う次第でございます。ということで、2週間後にまたお会いいたしましょう。週刊月日表ムービーウォッチメンでした。